ちは、もずくです。今回はココアポケモンで街づくりです。前回パサパサ荒野の街の開拓をしたんですけど、今回はテーマを変えてまっさらな街を開拓していきます。ストーリーもクリアし終わったので、クリア要素も使っていきます。それでは早速始めていきます。どうぞ。パサパサ荒野の町とつながる道路のあたりから開拓していきます。更地にして少し海側に土地を広げておきました。そして今回作るのはポケモンたちが泊まれるモーテルです。アリゾナ州やカリフォルニア州の雰囲気が好きなので、まっさらな街はそういった雰囲気にしていこうかなと思っています。モーテルは通常のホテルと違って客室のドアが直接外に面しています。日本だと馴染みがないかと思うんですけど、建物の形だけ見ればアパートのようなイメージです。とりあえず2部屋分の正面を作りました。開けているところはフレームガラスとエメラルドグリーン色に変えたシンプルなドアをはめ込みます。各部屋のドア横にはお気に入りアイテムのウォールライトを設置しておきました。次にザラザラ壁ブロックを1段積み上げ、同じ高さに石の柱下ブロックで天井2階の通路を作ります。同じブロックで1階の通路も作りました。引きで見るとこんな感じです。同じ形を上にも作ります。ちなみにモーテルは1階から2階建てが多いらしいです。日本のアパート感がまだあるので、2階の柵をドアと同じ色にした木の手すりで洋風なイメージに近づけていきます。正面が完成したので、次は奥行き。正面の壁から5ブロック分追加し、客室は広すぎない程度にしておきました。2階の通路と天井の石の柱下ブロックも奥行きに合わせて追加。木の手すりも奥まで設置します。続けて同じ作り方で客室を増やしていきます。横長に伸ばしすぎると手前から見た時に奥の部屋にいるポケモンがちっちゃく映ってしまいそうだったので、全体がちょうどよく画面に収まるように建物は L 字にしました。次は階段を作ります。少ない面積で階段を作りたいので、折り返しの階段にして踊り場を設けました。周りは壁で囲います。続けて階段の左側にも客室を増やしていきます。合計4部屋増やしました。これで建物の大きさが決まったので、内側をブロックで分けていきます。床と天井は土足なのとリーズナブルなイメージから打ちっぱなしの壁ブロックを使いました。部屋の広さは 4×4 です。カメラの設定が遠いであればギリギリ圧迫感を感じない広さかと思います。建物の構造上、中央の部屋は広くなりました。ちょうど半分くらいの広さで分けておきます。そして裏側にも石の柱下ブロックを設置し、建物を一周囲います。屋上は白に変えた平らな石屋根を並べて表面のブロックのばらつきを隠しました。
角には超お気に入りアイテムの大きな換気扇を設置し、もう一つお気に入りの蛍光灯を一番上のブロックに設置していきます。これでモーデルが完成しました。蛍光灯は立体感とブロックの一番上に設置することで施設っぽさが表せたかと思います。では内側を作っていきます。もう少し開放感が欲しいので、表の窓の反対側の位置に窓を作ります。窓は表と種類を変えてガラス窓を使いました。ガラス窓は複数くっつけると接触した部分のフレームがなくなります。なので表のフレームガラスと同じ位置でも喧嘩することなく設置できました。これを各部屋設置し、こんな感じです。室内が明るくなりました。では電気を通すために裏に火力発電マシンを設置します。建設が終わったので、電柱代わりになる無線送電機を窓の下に設置。見た目が気になるのでコンクリの縁で隠していきます。2階にも無線送電機を設置していき、コンクリの縁は建物全体を囲いました。では燃料を入れて電気を通します。するとこんな感じになりました。明るい時間でもライトの明かりがいい感じです。ということで火力発電マシンをモーデルに合うようになじませていきます。グレーなマグノ床ブロックと打ちっぱなしの壁ブロックで壁を作り、デコボコ板と鉄の囲いで屋根を作ります。横には鉄パイプも設置しておきました。これで完成です。次は各部屋の表側の窓にカーテンを設置し、踊り場から屋上まで鉄のはしごをつなげます。そしてつなげた箇所のブロックを壊し、蓋付きの窓、地面を設置しておきました。では次は客室に家具を置いていきます。ベッドやテーブル、椅子など必要最低限な家具を置いていき、すべてドアと同じ色に変えて統一感を持たせました。ポケモンたちは好きな気温もあるので、冷風にも温風にも設定できるエアコンを設置。少し暗いので蛍光灯も設置し、ベッド下には黄色に変えた大きな細い四角ラグも敷いておきました。これをすべての客室に再現します。中央の部屋は少し広いので、他の客室と同じレイアウトに加えてバスルームも作ってみました。ということで何匹かポケモンを呼んでみます。では次はモーテル周りを作っていきます。最初に車を止められるような空間を青色に変えたシンプルな床ブロックで作ります。
外にあるバスケットコートの床みたいに色のついた地面のイメージがあるので、派手な色にしてみました。そしてその周りは石の柱、下ブロックで囲い、一部分は車が通る場所として開けておきました。では次はもう一つ建物を作っていきます。モーテグの近くはガソリンスタンドや飲食店が多いらしいので、この建物はガソリンスタンドです。おしゃがレンガ真ん中ブロックの2本線が可愛かったので土台に使用し、ガラス窓を8枚くっつけ、正面に大きな窓を作りました。そして周りは石の柱、真ん中ブロックを積み上げていきます。左側にも6枚の窓を2つ作り、一番上におしゃがレンガ下ブロックを並べていきます。名前はおしゃがレンガ下なんですけど、てっぺんに線が来るようにしたかったので上に持っていきました。右側はブロックで閉じてしまい、天井は打ちっぱなしの壁ブロックを使います。裏も一旦ブロックを並べ、入り口は打ちっぱなしの壁ブロックで一段上げて、コンクリートの階段とスタイリッシュなドアを設置。屋上には鉄の柱とモンスターボーグの壁、平らな石屋根で看板を作ってみました。ブロックの中でもモンスターボーグの壁はお気に入りです。そして屋上の縁を緑に変えた平らな屋根瓦で囲っていき、角は平らの屋根レンガを設置しておきました。大きな窓の上には白に変えたつぐつぐの日よけを設置。ブロックの一番上にモーテグと同じく蛍光灯も設置し、シンプルな床ブロックで屋根を作ってガソリンを入れる場所を作りました。ここに鉄のタイルブロックも混ぜて色あせを表現してみます。そして鉄の囲いで柱を作って、これでガソリンスタンドの外観が完成しました。次は道路を作ります。まっさらな町の入り口の道路と揃えて幅は7マスにしました。この町は7マス幅の道路をメイン道路とし、その他の道はこれよりも細く作っていく予定です。そして歩道はかけた石の床ブロックを使います。作業台から作ることはできないので、ポケセンの 3D プリンターで量産しました。そこに石の床ブロックも混ぜて程よいボロさにしていきます。歩道は黒にしたコンクリの縁で囲って立体感を出しました。次に道路の境目に一列穴を掘り、土の地面からコンクリートに変えます。そこに水を流し、金網の床で側溝を作りました。次にモーテグのドアの前に長旅をしている人向けに洗濯機を設置。一つの街が出来上がってきました。ガソリンスタンドの内装も作ります。いろんな向きに変えられる優秀なグランドライトを四隅に設置し、カウンターの台で受付を作ります。上にレジを置いて取引場所を作り、モンスターボール系の家具で施設感をアップ。後ろはブロックで完全に閉じてしまいます。家具はロッカーや段ボールなど事務系の家具を中心に置き、窓際はテーブルと
椅子代わりのカウンターの台を並べて待合スペースを作りました。残りのスペースはポケセンの壁上ブロックで陳列台を作り、タイヤを並べます。テーブルの上には待合スペースに置いてありそうな小物で飾り付け、入り口にゴミ箱とボールの玄関マット、壁にポスターを貼り、これで内装は完成です。ちなみにカポエラーに店主になってもらいました。新たにいろんな方向に道路を伸ばし、今のところ全体はこんな感じです。ちょうど真ん中ら辺にマンホールも設置しておきました。開け閉めできて穴を掘れば通ることもできるので、いつか地下水路を作ってみたいです。そして次は 3D プリンターで量産したかけたアスファルトの道ブロックをランダムに置いていきます。これをすることで人間がいなくなった世界の説得力が増す気がします。次はガソスタの右側を埋めていきます。超お気に入りのシャッターを使いたかったのでゴミ捨て場を作ることにしました。打ちっぱなしの壁ブロックで周りを囲っていきます。中にはゴミ箱や段ボール、ゴミ袋、そしてコイルの電磁波を使ってアイテム化させた燃えないゴミや紙のゴミを置いておきました。これでゴミ捨て場は完成です。次はモーテグの看板を作ります。遠くからでも見えるように7マス分積み上げた鉄の柱を2つ置き、その上にグレーなマグの床ブロックを2つ、さらに上に打ちっぱなしの壁ブロックを2つ、そして扇屋根と壁掛けモニターを設置。ここに電気を通したいんですけど位置的に難しいので、横に横鉄骨を2つ積み上げ、その上に無線送電機、見た目が気になるのでタウンマップを前面に貼りました。これで電気が通ったのでシャッターの写真を飾ってモーテグの看板ということにしておきます。次に少しだけ道を伸ばして横断歩道を作り、給油機代わりの操作盤を設置。モーテグの真ん中にコンクリの縁で囲った植え込みを作っていきます。ただ木をそのまま植えると建物を隠してしまうので掘り下げて植えます。今回はどのゲームでも大好きなヤシの木を使いました。加えて四角い植木、たくましい花、緑の草を植えます。では周りにも植物を増やしていきます。地面にコイルの電磁波でアイテム化した緑の若草と火山灰に生えているシダを植えていきます。そして白にしたインダストリアルなベンチとシックな街灯も追加。アイテム化させた石の破片もランダムに置いていき、植え込みを左右1マスずつ広げます。次にモーテルとガソリンスタンドの2つの施設を柵で囲ってまとめます。まず土台に堤防のブロックを並べていき、その上に金網の壁を並べます。角は残念ながらつながらなかったのでグレーなマグノ床ブロックを角に置きます。この組み合わせをモーテグの L 字に合わせて作っていき、これで今回の街づくりは完成です。
いかがでしたでしょうか。今回はまっさらな街でモーテルとガソリンスタンドを作ってみました。この街のテーマはいろんなゲームでも作るくらい好きなので、ポコポケでも表現できて最高でした。またこの街の続きも作ろうかと思うので、ぜひお待ちいただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。